ご視聴の皆様、こんばんは。本日はオンラインでの会見となりますが、ご視聴いただきありがとうございます。本日司会を担当します渡辺大成です。どうぞよろしくお願いいたします。これより4月27日に開催されます JR 博多シティプレゼンツロードトゥレスリングドンタク広島サンプラザホール大会で行われる KOPW2024 争奪戦グレートオーカーン選手対上村優也選手の試合ルールに関してプレゼン会見を行わせていただきます。それではまずチャレンジャー上村選手からルールに関しましてプレゼンをよろしくお願いいたします。はい、ジャストファイブガイズヒートストーム上村優也です。よろしくお願いします。僕が提案しましたルールはこちらです。キャッチルール61分3本勝負です。こちらのルールなんですが、あらゆる打撃技が禁止で、締め技、関節技、投げ技のみ有効。その他は、通常のプロレスルールとなります。僕がこのルールを提案した理由なんですけど、オーカーンチャンピオン、今持っているチャンピオンがオーカーンだからこそ僕はこのルールでやりたいなと思ったのと、もう一つ、このルールを提案した理由はあるんですが、それはまた改めて、このチャンピオン取った時に発表させていただきます。もったいぶってんじゃねえ、今言えよ。どうせ大した理由もねえんだろ。だいたい質問が1個あるんだよ。いいか、はい、なんで61分なんだ ?61 分、これ昔のプロレスだとだいたい61分3本勝負なんで、これオールドスクールでやらせていただきたいと思います。なんで今のルールじゃダメなんだよ。今が60分ってなってんだから60分でいいじゃろ。そこでちょっとひねってもいいじゃないですか。なんだよ、坊やが。それひねり加えてよ、その1分で何ができるってんだ。例えば60分だと時間切れ引き分けになる可能性も少なからずあるわけで、そこで1分そこに追加することで、その1分で取れんのか ?1 分じゃなくたってよ、この世からキャッチ、関節とかそういうので世に勝てると思ってんのか。そこをぜひ僕は、その KOPW にチャレンジするという意味と、あとはオーカーにチャレンジしたいというオーカーのその、実績、そこにも僕は挑戦したいという気持ちを込めてこのルールを提案しているので。ああ、そう。いや、どっちのルールになろうが、これは世の勝ちだな。世のルールになった方が世は嬉しいけれどね。これで世の勝ちは確信したな。自らボケそったとこいつ、このバカがよ。ただ僕自信あるんで、はい。僕も、丸め込みしかできねえだろ。関節技もできます。見たことねえか。ああ、分からせてやるよ。それでは続きまして KOPW2024 保持者オーカーン選手よりルールに関しましてプレゼンをよろしくお願いいたします。世のルールはこれだ。地方再生マッチ広島編。これで分かったろ、何をするか。な、決まりだこれで。ルールの内容について。大体分かるだろう。地方再生マッチ広島編で。分かるよな。わかんないっすね。わかんねえがバカだからよ。バカなんで。しょうがねえな。教えてやれよ。まずな、広島といえば何がある？何が思い浮かぶ？お好み焼き、牡蠣。これだがガキがよ。まず第一によ、マツダ。車メーカーのな、マツダがあるんだよ。これにかけてだ。このマツダ社で使っている、マツダで使用されているタイヤを4つリングの上で4つ積み上げた方が勝ちとする。時間無制限で。場外にあるのかな。場外に置いて、場外でもちろん棒がありだ。
できれば広島の市民にも楽しんでもらいたいから、客席に落ちきたいが、まあ、花道かもしれんが、そこからリングに4つ先に並べ立てた方が勝ちとする。そう、まるで松田車が車メーカーの中にそそり立つ塔のように、それを表すかのように、広島の市民にも喜んでもらいたいという気持ちを込めて、そのルールにした。まあ、いくらでも妨害はしてくれや。それがまず、ファーストラウンドとする。そして、第2ラウンドが、牡蠣とかお好み焼きとか言ったな。それ食いたいか？食いたい。食いたいか？残念だったな。いや、残念じゃないか。おめでとうと言っとくべきか。レモンの早食いじゃ。なんだ、って言ったか、今。って言ったか、今。レモン好きです。今、って言ったぞ、おい。おい、広島市民、おい、って言ったぞ、こいつ。ああ、文句あんのか？広島レモンっていうよ、瀬戸内海。瀬戸内海の美味しい潮風を浴びた美味しいレモンがあって、広島はな、国内生産量が 50% 以上で日本一位を誇るんだよ。それなのにかかわらず、名前が知られてない。ということで、惜しいレモン、惜しい広島っていう、まあ、ある種のブランドとして売っているんだよ。だからこそだ。要は地方再生として、この広島レモンを世に、世界中に、日本中に、プロレスファンに知らせたい。ということで、レモンの早食いじゃ。レモンの早食いを制したものがこの第2ラウンドを制する。そして第3ラウンド。まあ、これは普通にプロレスとしようか。まあ、普通にと言っても、物足りないからな。こっちは丸め込みっていうよ、卑怯者の技で食らってよ。その後よ、試合が終わってるにもかかわらず、勘抜きスープレスでよ、いたぶってくるこんな悪いやつをよ、どうしても処刑してからよ。最後のルールだ。まあ、行くわけはないと思うが、第3ラウンド行くわけはないと思うが、第3ラウンドは時間無制限で、テーブルクラッシュルールだ。まあ、通常のプロレスルールに、プラスして、ノー DQ で、椅子を、テーブルをクラッシュした方が勝ちとする。だから、3カウントとか、TKO とか、KO とか、場外アウトとか、そういうのはなしだ。パワーボムでも、お好きな勘抜きでも、なんでもいい。相手を使ってテーブルをクラッシュした方が勝ちだ。これでおい、3ラウンド目までいけないのが残念だが、3ラウンド目までいったら、てめえにおい、血を見せてやる。これで3ラウンド、2ラウンド選手だ。あとプラスだ。あとプラスのルールが。もう一つ。一つどころじゃないけどな。上村が負けた場合、レモン100個買うこと。そして、上村が負けたら、今後、松田車に乗り続けること。まあ、これは、ご褒美でもあるから、負けたものの救済でもあるけどよ。まあ、ちなみに要はな、自分のポケットマネーで、レモン100個ぐらい、お好み焼きも牡蠣も買うから、まあ、上村がちゃんと、広島市民のためにね、金を使うように、それを SNS で乗っけることだ。これが条件だ。わかったな。いいです。負けた人が。違う。上村が負けたらだ。要は負けることはないし、要は負けなくても、勝っても自分でレモン100個。なるほど。買うし。これ今からルール変更していいですか？広島のために、今更遅えだろ。上村選手。ルール変更。これそのキャッチルールですか？キャッチルール。61分3本勝負。プラス、負けた方は、僕、牡蠣好きなんで、広島の牡蠣が好きなので、牡蠣を、10個おごるっていうルールどうですか？やつはな、
まあいいよ、いや、それは受けてやる。それは大丈夫受けてやるという上で、いや、20個にしましょああ、いいよ。 20個。う。はい。受けてやる上で、一つ言わせてほしいんだけど、お前本当に、ヤンぐらいの頃から何にも変わってねえな。ヤンぐらいの頃も確か、石森からなんかアイスおごってもらったり、なんかメロンだかなんだかおごってもらったりしたよな。アイス、はい。そういう甘えん坊体質が抜けきってねえな。はい。ご褒美。ご褒美マッチです。うん、ご褒美な、ご褒美を分け合うとしよう。その敗者をな、救済するという意味で。まあ、ただこいつのね、腹の根が底が知れたよ。ちょっと昔話じゃねえや。ちょっと話をしようか。こうやって話すのは初めてじゃないか？確かに。初めてだろう。はい。だからちょっと話させてほしいんだけどよ。ヤンぐらいの頃から変わってないけども、二枚舌のところも変わってねえよな。こうやって後出しでルールを出すところ。この間、台湾で IWGP タッグに挑戦したよな。はい。それで、下の根も乾かないうちに KOPW。そんな試みで世に勝てると思ってんのか？もう今もう 100% その KOPW 僕見てるので。この1週間で何ができるんだよ。その前にも辻の髪の毛ね、あったよな。それで何が起きた？髪の毛を失っただろ。お前はよ、すべて失ってきたんだよ。この間台湾では、ヤングライオンのボルチン・オレグがチャンピオンになったな、ヤングライオンのままで。貴様は何かこれまでチャンピオン歴はあるのか？チャンピオン歴はありません。それを胸張れて言うとこがこいつの浅ましさだよ。あんまり KOPW を舐めてくれるな。このグレートオーカーは舐めてくれるなよ。そしてこの地方再生という心意気まで舐めてくれるなよ。僕 KOPW を舐めていないので、このベルトにしか、出せない味があると僕は思っているので、このベルトを取って僕色その味をヨガ、こうやって地方再生でマニフェストを掲げて叶えてやってるんだよ。それの邪魔をしようとしてるんじゃねえよ。いいか。何もない、何も成し遂げてない。後輩には先を行かれ、同期には髪を刈られ、生きてて恥ずかしくねえのか？恥ずかしくないです。この態度がレスラーとしてムカつくね。あ？新時代を名乗っているんだろ？新世代名乗ってるんだろ？こんな奴が時代の先頭を切り開こうとしていること自体が世にとっては腹の立つことだ。まあ口では何とでも言えるな。丸め込みというよ卑怯者のよ技をやってくるようなやつだ。どっちのルールになろうがよ。正直キャッチでもいいよ。どっちでもルールでもいいがよ。この上村優也に必ず勝ってやる。これは個人的な恨みもあるし、こいつが何よりのうのうと生きているのが新世代で語ってるのは許せない。やってやる。大川選手ありがとうございました。それでは質疑応答に参ります。はい、じゃあ上村選手にはい。伺いたいんですけども、このキャッチルールマッチ、はい。は、まあ、こう締め関節投げのみということですけども、これギブアップのみということではなくて、3カウントもあります。じゃないと勝てないだろう。こいつは丸め込みしかできないんだからよ。あともう一点、まあ、もし、これ王冠選手の、ルールになった場合、まあ、このレモン早食いというのはありますけど、レモンは苦手ではない。レモンは好きですね。僕も広島のレモンと同じく瀬戸内海の潮風を浴びて育ってるんで、はい、僕はレモン好きですね。はい。いや、こいつはミカの方が好きだよ。いや、レモンなんか敵に思ってるね。いやいやいや。二枚舌だからこいつ。レモンって言った瞬間、えって雲行き怪しくなったからね。こいつはミカに魂まで打った二枚舌野郎だ。まあ、愛媛でもレモンは取れる。
取れます。はい。はい、あとじゃあ、オカン選手、まあじゃあ上村選手のこのキャッチルールマッチ、まあ、ちょっと、上村選手もちょっと言葉に匂わせていたと思うんですけど、まあ、そのグラップリングだったりっていうのが得意な、オカン選手的には改めていかがですか？まあだからどっちのルールになろうが、まあ構わないが、まあ、気持ちとしてはね、こうマニフェストを掲げて、どうせ処刑をするならば、やっぱ広島市民を、広島市を盛り上げたい、地を再生したい。という意味で、こっちを選んでほしいけれども、グラップリングルールだろう。そんな世のテリトリーじゃないか。要はいつもね、相手のテリトリーで戦ってやってるのに、わざわざ向こうからこっちのテリトリーに来てくれるんだ。それこそ、このルールを提案したことを後悔させてやるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっといいですか？はい。グレートオーカーンに質問なんですけど、無礼者が丸め込みのどこが卑怯なのですかね？勝てないから、そういうことをするんだろう。実力で勝てないから、ピンホールも取れない。KO も取れない。やられて、それで相手の隙をついて丸め込む。これのどこが卑怯じゃないと言うんだ？丸め込みも一応ワン、ツー、スリー、これピンフォールですから。弱い者の言い訳にしか、負け入りの遠吠えにしか、要は聞こえねえんだよ。完全に相手がノックアウト、プロレスっていうのは完全に相手がノックアウトするまでこれ要は思うわけだよ。ダメなんですかね？弱いやつがこういう丸め込みっていう技を開発したんだろうなって。だから丸め込みっていうよう、そういう種類の技があるんだよ。じゃなきゃよ、一言だけ言っとくよ。坊やに、ヤングライアンの頃から変わってない、この坊やに一つだけ教えてやるよ。相手を黙らしたかったらよ、実力で黙らせるしかねえんだよ。その実力ってなんだ？丸め込みで勝つことか？違うだろう。KO、もしくは自分からタップさせるギブアップ、もしくは KO に近いピンホールを取ることだ。抑え込んでも3で返せないぐらいダメージを与えた。そういう確固たる証拠だ。それをもってして、その上にタイトルマッチで勝ってベルトがあるわけだ。わかるか？いいか？横綱は勝ち方にもこだわる。チャンピオンであれば勝ち方にこだわれ。相手に噛みつかれたくなかったら実力で黙らせろ。いいか？それがてめえには足りねえ。これ多分プロレス間の問題なんですけど、プロレスってこう相手を壊しちゃうとかそういうのじゃないと僕は思ってて。いや、そんなことはないね。これは戦いだ。戦いです壊し合いだ。もちろんこれ戦いですよ。でもプロレスリングであってこれは相手を抑え込むスポーツマンシップにのっとったこれはちゃんとしたルールにその3カウントっていうのがありますから、それを取りに行くっていうのはもう当たり前じゃないですか。それ競技してる方からしたら勝ちというそれは意識が足りないな。それはオカンのあれですよね。プロレス間の話でね。いつまでアマちゃんやってんだてめえおい。いつまでアマちゃんやってんだよおい。そんな悠長なこと言ってられる立場かてめえおい。どこまで顔の面が熱いんだこの野郎。あっちこっち行って心も育ってねえで。本当にこのベルトが欲しいのかおい。ここでよ、ぶっ倒すぐらいよ。今ここで倒すぐらいのことやってみろよ、おい。坊ちゃんが、おい。ここでおい、殺しやれよ、おい。来いよ。ここでよう倒せば、おい。広島でやんなくて済むぞ。おい。それは僕のプロレスラーシップがちょっと、度胸がねえだけだろ、おい。食らわしてやるって言ってんだよ。おい、来いよ、おい。それはできないですね。ちょっとプロなんで。ザクがよ。そういうのはリングの上だけにしましょう。それでは、今回発表されたルールですが、
上村選手提案、キャッチルール61分3本勝負。こちらは、打撃技はなし。締め関節投げのみ有効で通常のプロレスルール。はい。で、敗者は牡蠣をこれは有効でいいんですか？ 20個敗者牡蠣20個プレゼント。プレゼント。 30勝者個、30個30個。にしようか。敗者は、負けることはねえんだからな。敗者はいいですよ牡蠣を30個はい。プレゼント。はい。そしてグレート・オーカーン選手の提案ルールは地方再生マッチ広島編。こちら3ラウンド。 3ラウンドで2ラウンド選手。第1ラウンドがマツダで使用されているタイヤうん。をリング上に4つ積み上げた方の勝利。第2ラウンドは広島レモン早食い。こちら、あれ、個数は1個にしよ1個。う。1個。早食い。そして第3ラウンドはノー DQ のテーブルクラッシュマッチ。うん。そして上村選手が負けた場合はのみ、のみレモン100個。と、あと、マツダの車に今後乗ること。そしてそれをちゃんと SNS に載っけることだ。はい、こちらのルールになります。うん。はい、こちら2つのルールの投票は明日4月19日金曜日の午前10時から4月22日月曜日午前10時まで新日本プロレス公式 X アカウント、英語版の X アカウント両方で投票を行います。まあ、腹立たしいが、どうせならハッピーに行こうか。広島市民を。世に忠誠を尽くして世に投票しろ。以上だ。以上で KOPW2024 争奪戦の試合ルールに関してのプレゼン会見を終了いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。